両親が亡くなる前、彼らは私、ダイアナ・イースターリンに、噂では不妊症と言われる大物実業家のジャクソン・ファウラーとの結婚を整えた。婚姻契約書を受け取ったその日、突然、目の前に奇妙な浮遊コメントが現れた。ヒロイン、絶対に結婚しちゃダメ。ジャクソンは不妊だけじゃなく、凶暴なサディストなんだから。結婚したら、彼に虐待されて死んじゃうよ。逃げて。本当にあなたを愛しているのはジュリアスだよ。彼と駆け落ちしなよ。ジュリアス・ジョンストンは私の手を握り、深い愛情を込めて私を見つめた。ダイアナ、一緒に逃げよう。この結婚は危険すぎる。君の家のメイド、ペイジ・エヴァンスに代わりに嫁いでもらわないか？彼女は君と一緒に育って、君の仕草をすべて知っている誰も気づかないだろう。前世では、私は彼の目に浮かぶ愛情と、あの浮遊コメントに騙され、彼と駆け落ちすることを選んだ。しかし、最終的にはページが私の身分を奪い、ジャクソンの子を産み、数十億の資産を相続するのを見届けることになった。結局、ジュリアスはページを抱き寄せながら、私の体に重しをくくりつけ、海に蹴り落とした。ジュリアスは得意げに言った。今日から彼女がダイアナだ。お前このバカは海底で永遠に眠れ。私はサメに肉を少しずつ引き裂かれ、骨だけが海底に残るまで続く、言語に絶する痛みを味わわされた。生まれ変わった今、私はようやく理解したあの浮遊コメントはすべて偽物で、ジュリアスが仕組んだ入念な罠だったのだ。再び駆け落ちを持ちかけてくるジュリアスに、私は冷笑し、目の前の浮遊コメントを無視していった。私は誰かにいじめられるような人間じゃない。この結婚は絶対に成立させる。結婚式当日、ジャクソンが送ってきたダイヤモンドのウェディングドレスを身にまとい、ベールを整え、彼が迎えに来るのを静かに待った。思いがけず、ジュリアスが先に到着した。彼は私の手をつかみ、ベールを引き剥がした。ダイアナ、駆け落ちしてくれないか？これが最後のチャンスだ。君が火の穴に飛び込むのを見ているのは本当に耐えられない。ジャクソンはただの不妊の変質者だ。本当に君を愛しているのは僕だけだ。私はベールを取り返し、冷たく言い放った。失礼してください。私が結婚するのはジャクソンただ一人です。浮遊コメントは再び狂ったように現れた。ヒロイン、目を覚まして。彼と結婚したら変質者に虐待されちゃうよ。ヒロイン、バカなことしないで。ジュリアスみたいな良い男を逃したら一生後悔するよ。これらの見慣れたフレーズを見て、私は全く滑稽に感じた。ジュリアスの声は誰をも騙せるおえつを伴って震えていた。ダイアナ、正気に戻って。どんな時代に伝統的な結婚式なんてやってるんだ？これこそ彼に心理的な問題がある証拠だ。結婚したら間違いなく虐待される。僕は君のためを思ってやってるんだ。私は笑えてきた。彼は普通の結婚式をジャクソンに心理的問題がある小説にねじ曲げることができるのだ。前世では彼は同じ手口で絶えず私の心をジャクソンに対して毒し続けた。それなのに私は彼の言葉を一言一句信じ、結婚式前に彼と駆け落ちすることを選んだ。なんて愚かだったのだろう。私が沈黙するのを見て、浮遊コメントが再び攻撃を始めた。ジュリアスはヒロインのためを思ってるのに、彼女はありがたみがわからない。ムカつく。ああ、なんて良い男なのに、ヒロインには価値がわからないんだ。それらの言葉は海底の藤壺のように私の視界に張り付き密集していたんだ。私の声は氷のように冷たくなった。あなたが私のためを思って行動する必要はないし、私の婚約者を中傷することも許さない。時間が迫っていた。私は立ち上がり言った。今すぐ立ち去ってください。さもなければ
迷わず警備員にエスコートしてもらいますから。ベール越しにジュリアスが瞬間的に拳を握りしめるのを見たが、彼は仕方なく背を向けるしかなかった。彼は歯を食いしばって言った。ダイアナ、君がそんなに冷酷だとは思わなかった。僕の君への誠実な気持ちを裏切るなんて。そう言うと、彼は激怒して出て行った。ドアの隙間からページが影に怯えるようにうずくまり、私がなくした真珠のネックレスを首にかけているのが見えた。外からジャクソンの結婚式のパレードのエンジン音が聞こえてきた。私は冷ややかに微笑んだ。今日、無事にこの結婚を済ませさえすれば、あなた方がどんな騒ぎを起こせるものか見てみよう。99台のロールスロイスファントムが廊下に整然と並んだ。ジャクソンは運転席から歩み出し、オーダーメイドの黒いスーツがその高くてまっすぐな体格を引き立てていた。後部ドアが開くと驚いたことに愛らしい若い女性が現れ、ジャクソンのすぐ後ろについてきた。二人はとても親密そうに見えた。私はその場に固まってしまった。前世のジャクソンは妻を大切にする誠実で貞切な夫だった。しかし、この彼にすがりついている女性は一体誰だ？弾幕コメントが再び目の前に現れた。ジャクソンはひどいよ。結婚式に愛人まで連れてくるなんて。ヒロインを威嚇するつもり？聞くところによると、ジャクソンの家にはこんな愛人が10数人もいるらしい。本当に変質者だ。ヒロインは彼が上がってくる前に逃げるべきだ。ジュリアスに電話すべきだ。これが最後のチャンスだ。絶え間なく流れるコメント、みんながこの女性を愛人だと思い込んでいるのを見て、私はむしろ冷静になった。私は窓越しに注意深く観察し、彼女はジャクソンにぴったりくっついているが、一定の距離を保っていることに気づいた。彼女が着ているオートクチュールの刺繍入りガウンには、裾に手縫いの真珠がついている。明らかに、去年のクリスマスにシャネルが天文学的な価格でオークションにかけた一点物だ。そんな上品さと高貴さ愛人のものだろうか？私は悟り、冷静にベッドに座り直した。安定した足音が木の階段に響き、私のドアの前でピタリと止まった。ジャクソンはハンドルを回したが、ドアはびくともしなかった。彼の声がドアを突き破って伝わってくる、冷たくて遠い。イースターリンさん、噂のために私と結婚したくないのなら、はっきり言ってください。これはどういう意味ですか？私は急いでドアを開けようとしたが、指先が冷たいロックに触れた瞬間、鍵穴に何か異物が詰まっているのを感じた。私はふと、去っていく時のジュリアスの得意げな笑いを思い出した。彼の仕業に違いない。今、ジャクソンは私がわざと彼を侮辱していると思っているに違いない。冷や汗が一瞬で背中に滲んだ。前世、ジャクソンは家族思いだったが、彼を欺く者には容赦しなかった。果たして、外の彼の声は突然驚異的に変わった。私を締め出すのは君が初めてだ。弾幕コメントが再び私の視界に溢れ出した。ヒロインはもう終わりだ。サイコ野郎を怒らせたこれから虐待されるぞ。ああ、今ならまだ逃げられるのに忠告を聞かないんだ。嘲笑うようなコメントを見ながら私は深く息を吸った。ドア一枚で私を閉じ込められると思う？私は死んだことのある人間だ。私はドレスの裾を握りしめ、3歩下がり、全力で突進してドアを思い切り蹴飛ばした。ガラ。ドアは轟音とともに倒れ、入り口に集まったみんなから驚嘆の声が上がった。勢いで私は制御不能にジャクソンに向かって倒れ込んだが、彼の温かい手のひらが私をしっかりと受け止めた。私はゆっくりと目を上げ、彼の視線を捉えた。彼の瞳には星明かりのような感情がきらめき、消え去った。私は恥ずかしさで耳が真っ赤になった。慌ててベールを下ろし入った。ファウラーさん、考えすぎです。
ドアがただ壊れていただけです。あなたと結婚できるのは私の幸運です。彼の低い笑い声が突然私の耳に響き、誘惑的な響きを帯びていた。噂とはだいぶ違うようだ。私は唇を噛みしめ、心の中で思った。あなたも噂とはだいぶ違うようですね。私の横にいた少女が突然拍手喝采し、微妙な雰囲気を打ち破った。彼女は親しげに私の腕を組んでいった。あなたってなかなかすごいわね。スパゲッティみたいに最初の印象を記憶に残すなんて。私はキャロライン・ファウラーよ。あなたを認めるわ。道理で彼女はジャクソンの妹だった。私は安堵の息をついた。私が口を開く前に、ジャクソンは長い足で大股で歩み寄り、手を挙げて軽くキャロラインの頭をトンと叩いた。行儀よくしなさい。私に向き直ると、彼の表情は真剣になり、上着から錦の箱を取り出した祖父が、結婚式の前にブレスレットを交換して、彼の願いを一つ叶えてくれと言っていた。私は本能的に手首を探ったが、触れたのは冷たい何もない空気だけだった。胸がドキリとした明らかに今朝は手首にはめていたのに。いつ亡くなったんだ？動揺して顔を上げると、ジャクソンの突然冷たくなった視線に出会った。彼は一歩近づき、指先で私の顎を持ち上げ、声は危険なほど低くなった。イースターリンさんはいつも臆病で内気だったのに、今は爪をむき出しにしている。私は興味がある。あなたの性格が変わったのか、それとも別人にすり替わったのか？私は後ずさり続け、喉が締め付けられ、どう説明すべきかわからなかった。私は死んだことのある人間だ。もちろん変わる。勇敢にならなければ、どうして本来自分が持つべき人生を取り戻せよう？しかし、生まれ変わりはそんな荒唐無稽で奇怪なこと誰が信じるだろう？私が行き詰まっていると、再び浮遊コメントが目の前に現れた。ヒロイン、偽物だって認めなよ。多分まだ命は助かるから。ヒロイン、なぜ逃げないの？あのサイコ野郎に虐待されるのを待ってるの？私はスカートを強く握りしめ、深く息を吸って首を振った。私はダイアナです。証明できます。ああ？彼は眉を上げ、唇をわずかに曲げた。どうやって証明するんだ？私の頭はフル回転した。ジャクソンと私は前もって会ったことがないので、もちろん彼は私を認識しない。しかし、彼の祖父、エメット・ファウラーは私に会ったことがある。私の両親によると、私が生まれた日に彼は私を抱いたことさえある。私は言った。ファウラーさん、私が生まれた時、あなたのお祖父様は私の胸にある赤いあざを褒めて、それが美しい咲き誇るバラのようだと言っていました。私は一息つき、喉の緊張を飲み込んだ私の胸のあざをお見せすれば、それが私がダイアナである証明になるはずです。私はほっと一息ついた。自分が自分自身であることを誰かに証明しなければならない日が来るとは夢にも思わなかった。ジャクソンは目を細め、唇を曲げた。確かに彼がそれについて話すのを聞いたことはある。彼は私の顎から手を離し、細長い指でさりげなくカフスを整えた。しかし、大勢の前で服を脱ぐとは、イースターリンさん、あなたの率直さには本当に目を見開かされますね。私の方は一瞬で赤く染まった。そういう意味じゃないんです。私がこのジレンマに悩んでいるちょうどその時、背後からジュリアスの声が聞こえた。ファウラーさん、見る必要はありません。こちらが本物のイースターリンさんです。このブレスレットが証拠です。ジュリアスは指先をページの肩に置き、彼女を前に押し出した。彼女の手首には間違いなくあのブレスレットがあった。